皆さんこんにちは。今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPad を活用する私の一日をご紹介します。最初に私の使っているアイテムたちをご紹介します。 iPad は iPad Air 4を愛用しています。 iPad の背面にモフト X の iPad スタンドを取り付けています。すごく薄くてかさばらないのに、様々なシーンに合わせて角度調整ができるところが気に入っています。 iPad の画面にはペーパーライクフィルムを取り付けています。ペーパーライクフィルムをつけているとまさに紙のような書き心地でスルスルと書けるので、これは iPad を使う時の必需品です。現在の iPad のホーム画面はこんな感じ。待ち受けや背景の画像はすべて Pinterest で検索して保存しているものです。左下のブロックと右の2つのブロックは WidgetSmith というアプリを使ってカレンダーや画像をこのように選んでウィジェットを設置しています。真ん中のブロックは Pinterest のウィジェットを使っています。Pinterest の中に壁紙背景用のボードを作っていて、ここにおしゃれで可愛いなーって思った画像をたくさん保存しています。ウィジェットの設定でここから1時間ごとにランダムで画像が表示される仕組みになっています。 iPad を開くたびに新しい素敵な画像が目に入るので気分が上がります。アプリはジャンルごとにフォルダに分けて使用をしています。朝早起きをするためにも iPad をアラームのバックアップとして使っています。普段は Apple Watch と iPhone のアラームで寝坊しないようにしていますが、アラームのかけ忘れや電池切れなど万が一のことがあった時のバックアップとして iPad でギリギリの時間にもアラームを設定しています。毎朝6時からの朝活ラジオに寝坊しないためにもこれはすごく役立っています。続いて朝の運動タイム。朝の運動は iPad で動画を見ながら続けています。 YouTube ではプレイリストを作っていて、ここからその日の鍛えたい箇所や気分に合わせていくつかピックアップしています。今日は腹筋を鍛えます。きついけど楽しいので継続できています。スマホより画面が大きくて動きが見やすいし、 iPad だったら動きに合わせて見えやすい場所に移動して使うことができるのもポイントです。 YouTube の他にもラバーのオンラインサービスうちヨガを参考にしています。最近は毎朝ヨガと筋トレを組み合わせるようにしているので、ヨガの時間はうちヨガのサービスを使って、筋トレの時間は YouTube を参考にして取り組み続けています。身支度を終えたら朝の情報収集タイムです。だいたい朝ごはんのプロテインを飲みながら情報収集をしています。情報収集するときは操作しやすいように少し緩やかな角度にして使います。私はフィードリーというサービスを使って自分が気になるメディアサイトを一つにまとめて見れるようにしています。まずはざっと全体に目を通していきます。その中で気になる記事が出てきたらポケットというアプリに移しておいて、後でまとめて読むか音声読み上げによってながら聞きするようにしています。続いてニュースピックスも使ってインプットしています。フィードリーはどちらかというと幅広く情報を集めていますが、ニュースピックスは特にビジネスに必要なニュースが多く掲載されているので、ここでもざっと最新情報に目を通していきます。カフェに移動して仕事前の朝活時間。ノータビリティというアプリを使用して0秒思考の時間です。朝のうちに頭の中にあるモヤモヤをすべて書き出すことで思考がクリアになるし、思ったことを即言語化していく訓練にもなっているので続けています。0秒思考が終わったら仕事のメールなどもチェックしていきます。今日もお仕事開始。今日は打ち合わせからスタートです。打ち合わせ中はグッドノートを使って議事録を取っています。ノートアプリは
ノータビリティとグッドノートを使い分けていて、まだまだいろいろと試行錯誤中なんですが、最近は記録としてしっかり残して見返したいようなものはグッドノート、見返すことの少ない殴り書きのようなとりあえずメモの場合はノータビリティというように使い分けています。急な電話があったので個室に移動して対応します。電話中も必ず iPad 片手にメモを取るようにして話した内容を忘れないようにしています。外出先で作業をするときは iPad を拡張画面としても活用しています。無線ですぐにつながって2画面で作業もしやすくなるので、外にいても作業効率をアップすることができます。別でモニターを持ち歩く必要がないので荷物を減らせるところもポイントです。午後も打ち合わせ続きなので頑張ります。引き続き議事録はグッドノートに記入していきます。議事録をパソコンの画面に打ちながらだとキーボードを打つことに集中してしまったり聞き逃しがあるので、私は手書きの方が自分に合っているなと思っています。重要なワードを手元で忘れずにメモして議事録としては後でまとめています。最近は許可を取って録音しておいて、それを AI に読み込ませて議事録としてまとめてもらっていることによって、ウェブ会議の時間は目の前の相手に集中する、そして議事録は後で効率的にまとめる、そんなやり方が定着してきています。続いてもウェブ会議です。会議の内容によっては図や絵を描いて相手に説明したい時ありませんか？そんなシーンでも私は iPad を活用しています。 iPad から同時に Web 会議に接続してメモアプリを画面共有しながら、そこに自分が説明したいことを書いて相手に共有しています。このように仕事中も様々なシーンで iPad は欠かせないアイテムになっています。仕事を終えて帰宅しました。帰宅したら iPad を充電しながら Amazon Echo とつなげて Spotify で音楽を聴いています。我が家には置き時計がないので、家で iPad を触らない時間は無限時計というアプリを立ち上げて時計代わりにして時間を表示しています。今日は自炊をサボって Uber でフォーを頼みました。フォーは大好物の一つなのでよく Uber で頼んでいます。パクチーマシマシでいただきます。食事を終えたら勉強タイムです。少しずつですが相変わらず英語の勉強を継続しています。勉強の時にもグッドノートを使っています。グッドノートには学習セットという機能があり、質問と回答をあらかじめ書いておくと質問のみ表示されて回答を考えられる、まさに暗記カードのような機能があります。なので暗記学習をしたい時にはとっても役に立ちます。私はグッドノートの中に英語用のノートを作り、質問の方に日本語を書いて回答の方にその英語を書いています。グッドノートのこの右上の学習というところを押すと、このようにスマート学習や練習というボタンが出てきます。これをタップするとまず日本語のカードだけが出てきて、どんな英語だったかなって思い出して、それをさらにタップすると英語の正解が出てくるので、振り返りやテストがとってもしやすくて気に入っています。こんな感じで書籍で学んだ内容を自分なりにグッドノートにまとめていって、日々振り返りをすることによって自分の中での英語のフレーズを蓄えていくようにしています。勉強を終えたらお風呂が沸くまで少し読書タイムです。私はできるだけ物を増やしたくないので、紙の書籍は購入せず Kindle で書籍を読むようにしています。ハイライトという機能によって気になったところには線を引いておけるし、線を引いたところだけを後でまとめて見返せるので振り返りもしやすくてお気に入りです。ちなみに雑誌を読むときは D マガジンを使っています。雑誌も iPad だと大きい画面で見れるので、雑誌を見るときは特に iPad はおすすめです。
D マガジンでお気に入りの雑誌を探してアウトドアやファッションなど息抜きも楽しんでます。お風呂に入ってきてスキンケアタイムです。スキンケアタイムはネットフリックスでドラマを見てることが多いです。最近周りからおすすめされる涙の女王を見始めました。恋愛ものが苦手な私も結構面白くてハマっていますゆっくりしたい時はテレビで動画を見るんですが、普段は洗面所とリビングを行ったり来たりするので持ち運べる iPad がすごく便利です。続いて寝る前に少しだけ動画編集の時間、ショート動画を始めたいなと思っていて、最近ブロというアプリを使ってショート動画の練習をしています。以前まで iPhone で作ってましたが、最近 iPad の方がはるかに操作しやすくていろいろ試行錯誤中です。またショート動画始めたらご案内するのでぜひ見てください。寝る前にはアラームが翌日しっかりセットされているかをチェックして就寝です。以上、 iPad を活用する私の一日をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。 iPad はなくても他のもので代用ができるものかもしれないですが、あることによって生活の幅が広がったり質が高まったりして自分自身のモチベーションアップにもすごくつながっているなと感じています。もし購入をお悩みの方がいらっしゃいましたらぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。